はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。3月ってかなり星が動きますので、星の動きをまとめた動画は別で撮っていますので、ぜひそちらを参考にしていただいた上でこの獅子座さんの動画見ていただけたら嬉しいです。では早速いきますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。獅子座さん、はい、ペンタクルスのページ、そしてペンタクルス3の逆、ペンタクルスキング、エンペラー、ソードの8、ソード6、ペンタクルスの5、気をつけることや対策がワンドの10の逆、そして忍者、オラクルははい、ワンド6の逆です。そうかそうか。はい、すごく混ぜてる時に感じたのと、あと今この現状のところでもエンペラーっていうのが出ていて、星で見ても今非常にこう見えないところで宇宙からの応援めちゃくちゃ受けてますよと、そして自分も誰かのために誰かの役にすごく立ってますよみたいな、誰かの縁の下の力持ち的なサポートの力が強い時ですっていう感じがするんですけども、ご自身でもここまで頑張ってきたことをご自身でかなり自負されてるんじゃないでしょうか。やはり入り口はペンタクルスのページでまだまだだけど自分なりにできることを一生懸命やりましたっていう感じがあり、そして過去にペンタクルスのキング、そしてエンペラーって出てるってことは、それなりの成果を出したとか、自分の持ってる限界超えて頑張りましたとか、それがうまくいってる感じがするんですね。なのでとてもいいと思います。とてもいいと思って一言で言うのがもったいないぐらい、ここまで結構努力されてきたんじゃないかなと思うんです。自分なりにしんどいことや自分なりに難しかったことを頑張ったよみたいな感じの方が多いんじゃないかなと思うんですね。その評価っていうのは表には出てないんですけど、ものすごく評価されてると思います。これは星で見てもタロットで見てもですので、ぜひ自負しておいてほしいんです。よくやったぞと、私やったらできたじゃないかぐらいの感じですね。だけれども実際にここからここまで自分が無理して頑張ってやったことに対しての報酬だったり、または成果だったり他者からの評価っていうものがあまり見えてないって感じがするんですね。いや実際はすごくあると思いますよ。評価上がってると思います。獅子座の皆さんが感じないとか見えないところで他者からの評価が非常に上がってるところなんですけど、なんとなく自分がやらされてるという感じになったり、自分がその役割をただ引き受けてるだけで誰からも感謝されてないって思ったりっていう感じ。例えばこういう時期ありがちなのって、例えばの話親の介護とか当たり前のようにしなければならないというふうに思っていることでやってるんだけど誰からも感謝されない。例えば子育てとかもそうだと思うんですよね。子育てって母親がどれだけ子供のことを思っていろんなことを自分を犠牲にしていろんなことをやっても別に誰かから感謝されるわけじゃないから。でも実はそれってものすごい愛のエネルギーとして子供には受け継がれているし、親に対しても自分がやってるっていうのは見えないエネルギーとしてものすごい恩恵をもらってるっていうことなんですけど、じゃあ何かが入ってくるんですかって言ったら別に入ってくるわけじゃないので、それは今すぐ感じるものじゃないので、疲れたなっていう感じで思うかもしれません。ここでやっぱりソードの8っていうのが出ていて、少しもしかしたらお体が疲れているかもしれませんね。やっぱり喜びとか楽しさっていうのを自分が感じるだけの余裕が今ないっていう感じですね。ここまでめっちゃ頑張ったからその余裕がないって感じがしますし、盲目にこのまま進まなければいけないっていうふうにもしかしたら感じてるかもしれないので、少しこれは自分で自分を緩めるようにしてください。状況っていうのは誰かからのサポートが入っていますので、ご自身が例えば SOS を出すとか、ちょっと今私休みたいんですとか、何かそういうSOS を出すことによって他者はゆっくりと応援してくれるっていう感じがあります。助け舟が来るっていう感じです。これはソードの6なので、誰かが船を漕いでくれるとか、誰かがちゃんといい方向に導いてくれてるっていう感動があるんですね。ですから決して自分が助け舟を出したら見捨てられたとかそんなことはないので、自分に休むことを許可したり、自分にもう少しもしかしたら自分ってちょっと厳しすぎたかな自分にみたいなことを思って自分で自分に優しくするでも全然いいですね。でぜひそうしてみてください。だけどなんだかここでもペンタクスの5が出ていて、私休んでいいのかなとか、もっとちゃんと稼がなきゃとか、そんなことをもしかしたら感じるかもしれません。
疲れてる時っていうのはそういうふうに感じやすいので、まず疲れていたら休むっていうふうにしていただきたいのと、今のこの流れの特徴っていうのは本当に目に見えないんだけどものすごく役に立ってるとか、ものすごくいいことしてるとか、ものすごい応援来てますよっていうことなので、それってやっぱりもう感じるしかないんですよね。信じるしかないんですよね。でましてや3月っていうのは特に3月2日から金星が逆行したりとかすると、自分が伸ばしていきたい専門性っていうものが伸びていってないような気がするっていうふうに思うかもしれませんが、それもちゃんとご自身がそう思ってるだけで、後で振り返ればちゃんと伸びてたなとか、あの時やってたのって本当にあれでよかったなって後から分かるので、今この3月中に自分で自分をあんまり否定しすぎずに、自分に烙印を押しすぎないようにしてください。なんかご自身が想定しているような流れではないらしいんですよ。ここでやっぱりワンドの6が出てるんですけど、逆位置なので、きっとこうなってああなってああなるだろうみたいな期待を持っていると、そうではないと。でもそれはなぜそうならないのかっていうと、それは獅子座の皆さんが能力が足りないとかそういうことではなく、努力不足とかではなく、世の中的に今非常に3月っていうのは混沌としやすい時なので、進むに進みにくい状況なんですっていう感じがするんですね。その中でも獅子座さんは助けられてますよっていうふうに言われているので、それ自分のせいだと思わないでください。そして少し物事をゆっくりめに進めていくっていうふうに認識しておかれるといいかもしれません。なんだか自分が知識不足なのかなとか、周りの人とちゃんとコミュニケーションを取れてないんじゃないかという余計な不安が自分を曇らせているという感じもしますし、やっぱり対策のところでここでやっぱりワンドの10と忍者っていうのが出てきているので、ワンドの10の逆はいいことなんですね。これまで自分が抱え込みすぎていた役割任務を自分が下ろしようっていうことなので、やりすぎてたなっていうことが自分で気づいたら手放すっていうのはできそうです。そしてゆっくりとこれからの道を考えてるんですけど、この忍者っていうのは静かに内省するっていう感じのカードでもあって、よくよく自分っていうのをね振り返ってみてくださいね。なんか自分が想像していただけで決して自分は否定されていなかったっていうことに気づくかもしれませんし、なんかもし自分がこれを手放してしまったらどうなるんだろうって思っていたけれども、いや手放しても大丈夫なんだっていうようなこの冷静な答えっていうのが出てくるかもしれませんし、なんだか少し現実をちょっとしんどいように捉えているような感じがするので、これ後から晴れるんですけどね、でも晴れるとはいえあんまり無駄にしんどい時期は過ごしたくないじゃないですか。なのでできたらここまで頑張ったことを自分で本当に褒めたたえて、しっかりできてるという感じで自負しておいてください。そしてできるなら自分がどれだけ貢献したかということを確かめたり、自分でね確かめたり、自分がどれだけ応援されてるかっていうのを自分でちゃんと心に留めていくっていう風にしておいてください。なんだかとても他者の顔色を伺いやすい感じがするんですよね。この上でちょっとお仕事のこと見てみようかな。仕事、見えないところではすごく努力できる時なんですね、逆を言えば。でも見えないところで努力してずっと水面下を掘ってるから、自分では成果が出てないって感じやすいんですけど、でもこの時期の努力っていうのはものすごい後で響いてきますよ。お仕事、ワールドいいですね。なんかやっぱここまでに至るまでの間に努力したことっていうのがなんかお仕事でもすごく生かされてるんじゃないでしょうか。ビクトリーっていうのも出てます。ワンドのナイトっていうのも出てるので、仕事絶好調って感じがしますね。仕事絶好調です。それおそらくすごく頑張ってきたことが手応えとしてあるのかもしれませんね。これは勝利って出てます。で全体のオラクルのところではワンドの6の逆なので、思ってるようなスピード感じゃないかもねっていうのはあるんですけど、仕事という一つのカテゴリーで見るとうまくいってますっていうふうに言われてますので、そのまま自分の好きな世界を冒険していってください。はい、で人間関係見てみましょうかね。人間関係、人間関係はマジシャン、女帝、ペンタクスのナイトということで人間関係もいいですね。
いい新しい関係性が生まれようとしているっていうこともありますし、またはこれまでの関係性が新しい形で結びつこうとしているっていう感じがあります。お互いの誤解が解けるとか、今まで普通の知り合いだったのが急に仲良くなるとかっていう形で、いい形で誰かとのユニットというか誰かとの関係性っていうのが非常にうまくいく感じがします。これはもしかしたら獅子座の皆さんがこう自分っていうものを、しっかりと把握してやっていくって決めた時に周りにいる人とうまくいくのかもしれません。そしてペンタクスのナイトっていうカードも出ているので、なんかここまでの間にやっぱりすごく鍛えられたんでしょうね。誰かとの関係性非常にうまくいく感じがします。改めてその人との関係の豊かさっていうものを思い出すとか感じるっていう風に出ているのでとてもいいです。ですのでなんか全体的に見てやはりご自身では今どれぐらい自分のことを認めてらっしゃるかわからないんですけども、ここまでの成果、ここまでやってきたことっていうものがすごく素晴らしくて、それが人間関係にも出てるし仕事にもちゃんと出てるんですね。でもご自身ではもしかしたらちょっともう余裕がなくなってきてるかもしれないみたいなのがあるので、ぜひ少し自分に優しく緩く過ごしてみてほしいなと思いました。はい、ということで最後にもう一枚引いてみますが、いかがでしょうか。もし何か分かりましたという方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。獅子座さんどうかな。はい、このカードが出てきましたがいかがですか。これを見て何かしら感じることがあれば皆さんもぜひご自身の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。なんかすごく強いですよね。大天使ラジエルさん出てきてますけど、今までの問題を解決していく解決に向かっていくエネルギー、調和していくエネルギーっていうのもありますし、これ特に人間関係で生かされてるみたいなんですけどね。またはご自身のやっていきたいことに対しての新しいビジョンとか自分の直感を使ってやっていくとか、自分が思い描いていることが受け入れられていくみたいな、夢を現実にしていくみたいなエネルギーがあります。なんかこれは仕事のことで、これは人間関係っていう感じがしました。はい、ということで今回もありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。